久しぶりに来てくれました、ランニングアドバイザーのさあコーチです。はい、よろしくお願いします。ちょっと今日は、私がこうフルマラソンを走ると、さすがに今なくなったけど、階段登れなくなったり、しゃがめなかったりとかしたのよ。で、最近やっぱフルマラソンシーズンってそういう人が多くて、要はまあ前もも使っちゃう。前ももがパンパンになっちゃう。そう、それが私ね当たり前だと思ってたのよ。マラソン走った後は3日間はしゃがめない、それが普通だと思ってたの。だから多分そう思ってる人ってねまだまだいると思うのよ。そういう人ってやっぱり前に乗っちゃって、こうしっかりこう後ろ、そうね、大きい筋肉がね、使えてない。で多分今ねこれ聞いてて、何のこっちゃね何の話をするのって思ってる人もいると思うので、最後まで聞いたら分かりますので、最後までしっかり分かると思って聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。そもそもですね、なんでこう前ももがこう張っちゃって後ろって使いづらいのかな。いくつかもちろん原因はあるんですけど、一つは猫背だったり、この腹圧が抜けてるとこう丸まりやすくて、こういう感じ、姿勢的にはどうでしょうか皆さん。鏡を見てこうなってませんか。こうなって歩くとやっぱどうしても前を使ってくるよね。あとはまあマラソンもちろん後半疲れてくると余計そうなると思うんだけど、やっぱりよく言われる腰が落ちるっていう状態、ここがそれもさっきと一緒、腹圧がこうスポーンって疲れてくるとどうしても抜けちゃって、こう腰が落ちて常にこう膝が曲がった状態で走っている。本当ね後半とかはねみんなこういう走りになると思うんですけど、膝が曲がってるとやっぱどうしても自然とここに乗っちゃうので、どうしても前ももばかりを使ってしまう。だから今日はちょっと佐保コーチに体重をこう前じゃなくって背面に乗る感覚のコツをちょっと教えてもらって、疲れてきたなと思ったけどこれから教えてもらうことをちょっと使ったら後半の失速がなくなるかもしれませんよ。やってみましょう。走ってる間になんか腹圧抜けてきたなと思ったら、これどういう感じでちょっと戻していけばいいかとかってありますかね。結構腹筋ができない、一回も起き上がることができませんっていう人がいるんだけども、それって腹筋がないわけじゃなくて、腹筋をやっぱり使い方を知らないっていうか、そう使えてない。そう、筋肉ないと思ってる人も、筋肉のスイッチが押されてないだけでスイッチを押せばみんな使えるようになります。ないことは絶対ないから、そして立ってられへんだよね。だからその使い方をまず覚えるために、その呼吸っていうのが一番分かりやすいので、吸って膨らます、吐いてふーって、もう本当にふーって言いながら多分やるのが一番分かりやすくて、吐いてお腹をぺしゃんこにする。でここでちゃんとさほちゃんは今吸って吐いてって横の動きを言ってたんだけど、結構呼吸のことを上下の動きで呼吸を捉えてる人が結構多くて、だから吸ってくださいって言ったらこれね本当に多くの方がそうなの。だからラストも苦しい時にこれ今大げさだけど、呼吸ってさほちゃんが言ってくれたようにこういうものだとこっちで意識するとすごく呼吸入りやすくなります。膨らましてこれを、家とかで、最初は使い方が分からなくてできない方もいるかもしれないんですけども、もう何回も自分で触ったりしながら確認しながらやる。へこみました皆さん。そうするとそのへこました時にふーっと力が入ると、それがそんなに走ってる時に入れるわけじゃないけども、これがお腹に力が入ってるっていう感覚、まずは感覚をしっかり覚えてあげる。大げさにギューってやってたくさん力をかかってるけども、これを軽くした感じがお腹に腹圧がかかってるっていう状態なので、もしなんかしんどいなと思ったらちょっと息を吐いてみて、少しだけこうお腹に力を入れたのを保つ。はじゃなくてふーの方が入りやすい。ふーです皆さん。はじゃなくて私もじゃあ肩内側に入ってると思って行きますってやったわけよ。反るみたいな、そういう人も結構多くて、なんかじゃあ内側に入ってますよって言ったら分かりましたみたいな感じになって、男性ですごく多い。ここがこうやっぱ胸筋が男性ちょっと発達してるから、胸がこう前に出て、肩がどうしても後ろの方に下がっちゃう。これ姿勢はいいんだけども、これだとやっぱり後ろ側の背中から腰にかけてがどうしても緊張しちゃう。すごい。で、ここもちょっとこう肩甲骨寄せる感じで、腰もちょっと湾曲してだと
やっぱ腰がね痛くなっちゃったり、うん背中がつっちゃったりするので、こうすっごい微妙なとこなんだよね。難しいなと思そうね、うんだけど、張りすぎもダメだし猫でもダメだしみたいな。すごい難しい。だから本当にリラックスした感じで、お腹に力を入れておくと、こっちをさ、背面を使うよりもお腹の方を使うから、こっちの力が自然と抜ける、はいはい、なのでお腹に自然と力が入れば、この姿勢も良くなって、なおかつ入りすぎない、はい、張りすぎない姿勢になるので、一石二鳥。一石二鳥です。難しいですけど、ちょこっとずつやっていきましょう。はいはい。こう前ももに乗せたくはないけど、ちゃんとした体重移動の方法が分かんない方が結構いるので、練習方法のようなものをちょっと教えてもらえたらと思います。筋肉は、みんな知ってると思うんですけど、後ろの方がやっぱり大きい。なので前ももとかこの前傾を使うよりも、後ろの筋肉をなるべく使ってあげた方が、楽に運動ができる、なので後ろ側を使いたい、だけどもさっき腹筋の話で言った通り、筋肉はあるんだけども動かし方とか使い方が分かってないから、どうしてもこっちの方に頼ってしまう、今日は後ろ側の筋肉を使う感覚をまず覚える、っていうことをやりましょう。はい、お願いします。でその後ろ側の筋肉を使うのが一番分かりやすいのが、こういった階段とか、上り坂とか、あとは本当にもう登山、上りの時っていうのは、後ろ側の筋肉を自然と使いやすかったりするので、みんなね坂道があんまり好きじゃないと思うんですけども、ぜひ家の近くとかに、なんか階段とかね、上り坂とかあれば、ぜひその辺で今からやることをやってみてください。基本的にお尻だね。お尻。ハムに乗る感覚っていうのはちょっと難しいので、お尻に乗るっていう感覚を覚える。足を一歩踏み出してもらって、階段ってこうよいしょってこう前に行くんだけども、結構前ももでね、階段も上がりがち。例えばこうさっきみたいに猫背になると、どうしても前ももを使ってしまう。なのでまずは姿勢を良くしていただいて、お尻に手を当てる。これが一番わかりやすい。筋肉は動いたら硬くなるので、お尻が硬くなってることを確認しながら、お尻に集中してお尻で登る。聞くってきた、みんな聞くってきた。この時にここ指導でこう動き出すとやっぱり前ももになってしまうので、お尻を使うってもう頭で考えるだけでだいぶ十分。全然違う。前と全然違うね。そうでもこれも早くいかずに、もうほんと一歩ずつ確認して、さっきこの腹筋に集中すると、背中の方使わなくなるよって言ったと思うんですけども、これも一緒で、お尻の方を使うと、こっちもね自然と抜ける、力が抜けるので、まずはこう確認しながら、ちょっとこう踏み込んで、しっかり踏み込んで、お尻でギュッと押し出す感じ。でまずはこの感覚をしっかりこう何回かやって覚えると、お尻ってこういう感じで使うんだなっていうのが分かってくるので、そうするとランニングの時も自然と、あの感覚だみたいな感じで走れると思うので、まずはしっかり体に感覚を覚えさせてあげるた方がいいですね。じゃあちょっと階段で頑張ってお尻使う感覚ができました。じゃあこれをどう走りにこう寄せていけばよろしいでしょうか。さっきやったお尻に乗り込む感覚っていうのをもう一回復習していく。前後に足を開いてもらって、一緒お尻に手を当てて、これさっきの階段の姿勢だと思うんですけども、ここから乗り込む。その時にやっぱりここお尻をグッと使って乗り込む。すごいくる。まず何回かやりましょう。お尻から持ってくる。この辺から指導で、前もも指導で持ってくることももちろんできるけど、指導をお尻でスイッチ入れて、でこの姿勢の時ももちろんお尻に乗ってる状態。でこの状態で、平地でもお尻にこうスイッチが入っていると思うので、ジョグよりも少し早めのペースの方が多分分かりやすいと思うので、お尻お尻お尻って思いながら走っていくと、しっかり背面を使うことができるようになると思います。じゃあちょっと走ってみたいと思います。さっき階段を登った時にみんなこう階段登った時お尻使った時は前に設置してたけど、真下設置は忘れないでください。ということでその感覚で走っていきたいと思います。じゃあ行きます。お尻のスイッチ使っていきます。
ということで、さほこちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございました。さほちゃんの YouTube チャンネルでもいろいろ分かりやすい動画が上がってるので、そちらも系をね、はい、概要欄に貼ってるのと、あとさほちゃんパーソナルトレーニングもやってくれるんですよね。随時受けてます。はい。ということでそのリンクもですね、概要欄に貼ってありますので、いやちょっと分からなかったけどさほちゃんに直接教えてもらいたいという人はご連絡していただけたらと思います。はい。ということで本日はさほこちゃんありがとうございました。ありがとうございました。もうなんか今日もね1回じゃ分かんなかったかもしれないけど、2回3回見るとおっていう発見があったり、ほんとそれこそさほちゃんのチャンネルでもなんかいろいろお尻使い方とかもチャンネルね動画あるので、いろんな目線から見てみて、これとこれなんか点と点だったものが線になる時がさ、来る。そうね。もう本当に今はなんか何言ってるか分かんねえよと思っても、他の動画で線になる時があるので、ちょっと学びをね深めて一緒にいけたらと思います。それではまたうたらんチャンネル、さほちゃんチャンネルで会いましょう。またねー、バイバーイ。